私の名前は高橋種盛です。8月6日の朝8時15分ですね。学校に行っていて、自分たちはかくれんぼしていて、自分はその時に鬼だったから、窓ガラスのところに立って、こう目をかぶせて、こう手を広げて、みんながどこに隠れているか見ながら123って数えていた時ですね。多分8ぐらいの時にピカーッ光が出て、目を閉じ指をこうピシャーッと閉めたその瞬間、いまだに見えるのは自分の骨です。指の骨を自分に見ました。でその時にお母さんと自分のベビーシスターね、14ヶ月のさよは即死ですか。彼女たちの骨はまだ見つかっていません。いまだに頭から心から消すことができないのは、あの日8月6日の残酷さっていうんですか。お母さんが赤ちゃんを背中におんぶして他の子供の名前を読みながら探していて、2尺ぐらい前自分の前を通って後ろ姿を見た時に、そのお母さんが背負ってる赤ちゃんの頭はなかったです。次の3週間でお父さん何度も広島に帰って、お母さん妹の死体を生きているとそれ探しに行って、ある時には23日帰ってこなかった。で帰ってくるたんびにお父ちゃんの目玉はだんだん奥に、ほっぺたはだんだん引っ込んでいって、ある日お父さんがこう言いました。高橋、広島でなくてお父さんはお母さんがいるとこ知ってるからそこに行く。男前になりたいから髪を切ってくれないかってね。お父ちゃんじゃあ男前にしてあげるよって、切れないハサミを左手に取って、右手で頭のお父さんの髪をこうなでて切ろうとした時に、頭の髪がカーッと抜けてくる、全部。でお父ちゃんごめんねごめんねってこうひっつけようとしたんだけどダメだ。お父さんもういいよ高橋、いいよお父ちゃん疲れたからねって。9月2日10時頃だったか思うんだけど、お父さんが「高橋ここに座れ」って。じゃあこれが最後のお父さんの教えだよって。これからいろんなことが起きるけれど、この苦しみを暗い世を過ごしていくのは自分は誰であるか信じ、決して自分が誰であるか忘れるなって。次の朝5時、お父さんはお母ちゃんと妹のところに行って、それが意味が分かったのはそれから何年後かな。お父さんが亡くなって3日後、16歳の姉がお父さんを追いかけていきました。原爆の放射能で血を吐き出してね、目から血が出たり口から、いや自分のお姉ちゃん麻酔よっていうお姉さん16歳だったけど、自分の姉2人が疎開していた姉が帰ってきて、弟、自分、おばあちゃんこう言いました。お前たちはおばあちゃんの孫でないんだって。これからも孫と考えないって。なぜって言うたら、お前はお父さんの血を持ってるんだって。それは他人だって。おばあちゃんに対して他人だって。そしてそれからは小さい納屋で住んでいて、それを見た時に自分の姉幸子っていう姉なんだけど、自分たちのお父さんお母さん代わりになって富田さんの財務会社で仕事して、小さい女の子でしょ、材木抱えてする背骨をこう曲げたりして手術3度もして、そういう中で
中学校終わる時に仕事を探したんだけど、自分種もり親なし子の種も信頼して受けくれる人いなかったんです。その時に中学校の校長先生その校長先生が仕事を見つけてくれて、デッチ奉公、質屋のデッチ奉公。ある日お金がたまったから靴を買えるねって。そして靴が本当にピカ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 光ってる、キュッキュッてなる靴。そして月曜日の朝、自分の親方が「種森、お前は靴を買ったって聞いてあるけれど、今朝金庫に行った時に金庫が開いていたって。お前は盗んだんだ。それで靴を買ったんだ。」それで咎められてそれから自分お寺に行ったんです。その町の近くのお寺に行って、仏師さんの前に頭を下げて、仏さんに「仏さんどうしたらいいの？自分の手を取ってください」って言ったけど、仏さんはちゃんと座って何も一つも動かない。そして手紙をお父さんに書いたの。お父ちゃん、ごめんね。隆は自分の弱さに負けたんです。でもこれからお父さんのとこに帰ってくるから受け取ってくれるって。その晩睡眠剤を飲んで、気がついた時は病院でした。あ、先生、彼が気がつきましたって。そして2日目後、自分の主人がやってきて封筒をくれました。お前帰れって。もうお前この会社に恥をかかしたって。もう仕事を絶対にしてくれないって。そして神戸を出てけって。ここまでどん底まで落ちたのは、アメリカが原爆を落として、種森のお父ちゃん、お母ちゃん、おじいちゃん、おばあちゃん、妹を取っていった。それからいろんな苦しい道を歩んできて、そうだ、自分はお父さんのために絶対に敵を取るんだって。広島の市役所の人たちは「種森さん、あなたはアメリカに行けるんですよ」って。アメリカの政府はね、こう手を広げて被爆者を受け取ってくれてるからねって。そういう自分の理解で来たんですね。そしてアメリカにやってくると、デレノカリフォルニアっていうフレスの近くにあるブドウ農園に移民として労働者として自分は送られていたんです。ある日食中毒に当たって血を吐き出して、初めてそれに気がついて自分病院に連れて行ってくれたんです。自分は食中毒なんだよって言いたいんだけど、それ言えない。言葉がわからないから。お医者さんは自分は広島での被爆者だから、多分原子爆弾の関係での病気だろうっていうことで、いろんな病院に連れて行かれ、またこちらの病院にぶち込む。1週間2週間、そのたんびに血を抜かれたり、いろんな大きな薬を飲まされたり、そして電気でピシャーッとされたり、そして一番苦しかったのは脊髄の水をある時1週間に2度も抜かされて、だからもう最終的には手足体でしてくれるなって止めようとしたんですね。それをするたびに向こうは気違いになってるって、危険だって。6ヶ月のうち最後の3ヶ月は精神病にぶち込まれたんです。悲しくて寂しくて恐ろしくて言葉が通じない。外は見えない。ただ見えるのは自分がいつも泣いてる、苦しんでる。そういう中で
ある白人の看護婦さんが、メアリーっていう看護婦さんですけど、ある日彼女自分の手をね、左手で握ってくれたその瞬間、彼女の温かさっていうんですか、それがさーって体中に回って、初めて人間の温かさっていうかな。そしてある日彼女が来て、さあ帰ろうって帰ろうって、で Go home っていう言葉を使われたですね。Go home ってどこ？彼女が保証人になって、その精神病院から自分を出してくれたんです。8月5日1985年で、その朝ふっと空を見ると雲の形があったんですね。その雲の形はなんかキノコのような形に見えたんです。その朝日がピカーッと雲に光ったその瞬間、原爆の8月6日の朝のように見えたんです。その後、自分の娘11歳でした。お父ちゃんはアメリカ人に敵を取ろうしてやってるんでしょって。でもね、お父ちゃん、全部のアメリカ人は殺されないよって、誰かが生き残るんだよって、その大人が敵をまた取りに来るよって、その時にはお父ちゃんの子供は自分たちにやってくるんだよって、お父ちゃんそれでいいのって、そうかと気がついたその瞬間ですね、この40年間自分何を考えていたのか、そういう気持ちでエンジンをかけてサンフランシスコの町に入って、セント・メアリーっていうカトリック教会があるんです。そこで話をしたんですね。自分は許してくださいっていう話に変わってしまったんですね。自分が解放された平和の一歩は我が身の解放からって、そんな感じがしたんですね。8月15日夜でしてね、はっお父さんが着物を着たお父さん、自分の目の前にポーって出てきたんです。復讐っていうのは許す道が一番大きな復讐の道なんだよって肩をもう一度叩いてくれて、お父さんって言った瞬間、お父さんの絵は消えていきました。それからはまだ一度もお父さん自分に会ってくれないんだけれど、多分あの時最終的に自分のお父さんが、高橋このままに生きていってるお前は自分は信じているって言ってくれてるんだと思うんです。